皆さんこんにちは。今回は他の犬が大の苦手な保護犬の女の子がしつけ教室に通う3週間に密着動画。飼い主も感動したワンコの頑張りと犬恐怖症のトラウマを克服するその方法とは？よかったらぜひ最後までご覧ください。まずは今回密着するジェマという女の子について紹介する前に、私たちが初めて彼女に会った日の映像から。 Who are you? Who are you? Aww. She's a bit sad now. Yes. Left just left. It's really strange. Yeah. It's gonna be okay. It's gonna be so fine. Yeah. You're gonna be so fine. 彼女はアイルランドで妊娠中に捨てられ、子犬たちを無事に出産した後に子犬たちと一緒に里親を探しましたが、彼女の引き取り手が見つからなかったのでスウェーデンの保護団体に保護されました。なのでジェマの元々の名前も年齢も保護されるまでに起こった出来事については誰にもわからないのですが、獣医師さんの推定によるとジェマは2020年前後に生まれたとされていて、1歳という若さで妊娠し過酷な人生のスタートを送ったことには間違いないとのことでした。そんな中、保護犬のブライアンと暮らしている私たちの元へやってきてくれたわけですが、ジェマとブライアンの出会いというのはこんな感じでした。さっきの映像を見ると、どこがどうなってジェマが犬恐怖症になったんだろうと今でも不思議に思ったりするんですが、彼女は最初私たちのことは全く信用してくれなくって、最初の1ヶ月間ぐらいはかなり慎重だったのに対し、ブライアンのことは出会った瞬間からとても好意的に、お散歩をして家に帰る頃にはブライアンのことをお兄ちゃんとして受け入れてくれたので、2匹の相性が良くて本当に良かったなと思います。You're such a good girl. You're such a good girl, Gemma. Yes, you're such a good girl. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. でも実際にはブライアン以外の犬を見ると意思疎通が図れないほどのパニック状態に陥ることが多かったので、ジェマを家族として迎え入れて半年後にはしつけ教室に通ってプロのドッグトレーナーの先生からいろいろ教えてもらうということにもトライしました。その時に教えてもらったことが本当にたくさんあって、彼女が生きやすくなるように2年間ほどそのアドバイスをもとに暮らしていたんですが、最近ジェマの自己肯定感が上がったなぁと気づく場面も多く、次のステップとして私たちも準備がしたいなと思っていたので、前回に受けたコースとほぼ同じ内容ではあったんですが、2年前と比べ自己肯定感が上がり何倍もステップアップしたジェマと3週間のトレーニングに挑戦することになったので、その方法や彼女の実際の成長なども含めこれから皆さんにお見せしたいと思います。 Yes. Good girl, Jam. 今ジェマと一緒にね、ドッグコースしつけ教室を受けにルレオの方に走っています。レッスン自体は1時間半という短い時間なので、ブライアンはこの1時間半の間家で一人でお留守番してもらっています。来週あたりにブライアンが今家で何してるかっていうのも気になるので、ちょっと隠しカメラを置くのもありかななんて思っているんですが、とりあえず今日は第1回目のしつけ教室になっています。 Gemma, it's fine. No worries. 私は日本で犬を飼ったことがないので、よかったら日本のしつけ教室の様子なんかは皆さんに教えていただきたいんですが、私たちがいつもお世話になっているこちらの犬の学校では、子犬コースに反抗期コース、アジリティにノーズワークといった訓練から、今回ジェマが受講するさまざまな問題やトラウマを抱えたワンちゃんが参加する問題児コースまでいろいろあって、今回は毎週水曜日夜7時45分から1時間半のトレーニングをするコースに登録したので、これから合計3回ジェマとここに来ていろいろなことを学ぼうと思っています。
とここでちょっとトラブルが発生です。ジェマの場合、アイルランドで妊娠中に捨てられたという過酷な過去があるので、さっきみたいに他の犬が近づいてくると分かると不安に襲われて心拍数が上がり、その状況から逃げられないと精神的に追い込まれた時に激しくジャンプしたり吠えたりリードを噛んだりしてその場から逃げようとするパニックモードになるというのがこの時の現状です。そして今実はすでにトレーニングをしている最中なんですが、ジェマとヨハンが何をしているか皆さんお分かりですか？Oh, is that good girl, huh? ジェマ頑張ってます。 Yeah, you're doing so well. Come here. Come here. Emma. Yes, and sit. And sit. Yeah, and look at me. Hey, look at me. Yes, and Good girl, Gemma. you wanna sit? Oh, you wanted a hug. You wanted a hug. No, you want candy. 先ほどの正解なんですが、ジェマが苦手と思っている行動をポジティブな感情に変えるというトレーニングでした。 I think she's green right now. Yeah, now she's green. Yeah, good girl. Yeah, mama. Good girl. このトレーニングを英語ではカウンターコンディショニングといい、彼女が他の犬を見るたびにおやつをあげたりたくさん褒めてあげることで、ジェマが苦手と思っている行動をとっているその瞬間におやつというポジティブなアクションを足すことで嬉しい感情に置き換えてしまうというものなんです。 More difficult. That's more difficult. Good. 今回は1回目ということで、駐車場で距離をとって立ち止まった状態で他の犬を見る、そしておやつを食べるという比較的簡単なトレーニングで、最初は不安いっぱいなジェマだったんですが、トレーニングをしているうちに環境にも慣れ、最後の最後まで本当にいい子で先生にも褒めてもらいました。ただいま、ブライアン。行ってきます。 See you, Brian. See you in 2 hours. You're overexcited. Love you. Bye-bye. 今回は私たち3人が家を開ける間、どんな感じでブライアンがお留守番しているのかちょっと気になったので、ブライアンに内緒で隠しカメラを設置しました。 We don't see you, Brian. Don't you worry. You're always such a good boy, huh? You're always such a good boy, aren't you? Yes, you are. 実はブライアンが小さい時にはお留守番の時に遠隔カメラを置いて時々確認したり声をかけたりしていたのですが、8月でもうすぐ6歳になるブライアン、かなり久々のお留守番チェックです。急に一人になって寂しいのかワンワン泣くブライアン。少しでも外が見えるようにとソファーの縁に座っているのもすごく印象的じゃないですか。そして最初の15分間は今すぐ帰ってきてくれるんじゃないかなと家の中をうろうろ、外から音がするとキッチンへ確認に行ったり、玄関の目の前に行ってみたり、15分ぐらい経ってもうそろそろ慣れてブライアンのお気に入りのベッドに向かい、ぬいぐるみで遊んでくれるかなと思ったんですが、ブライアンが1歳ぐらいの時はこんなにうまく遠吠えできてなかったなと考えると、彼の成長を感じながらも悲しい声にこっちまで寂しくなってしまいます。でもついにちょっとだけ心が落ち着いたみたいなので、ここでジェマのトレーニングの様子をお見せしたいと思います。
今日は2回目のレッスンです。頑張ろうね、ジェマ。Yeah. この日も90分間のトレーニングの前にジェマの気持ちを落ち着かせるために学校の周りをお散歩です。実はカメラの反対側に今違うコースでトレーニング中のワンちゃんたちが5匹ぐらいいたので、ジェマとヨハンは距離を取りながら先週のトレーニングを繰り返して復習をしています。Yeah, there's a dog there too, huh? There's so many dogs. Yes. Such a good girl, Emma. そして2回目の今回は前回の感情に働きかけるトレーニングのステップアップとして告げ口トレーニングという名前の行動を促すトレーニングをメインに練習をしています。英語ではゴシップトレーニングと呼ばれる訓練方法で、目の前の犬を見た後に飼い主を見て犬がいるよと目の前の状況を伝える、つまり告げ口をするというトレーニングのこと。また犬にとっては駐車場にずっと立ちながら訓練するのも不自然なことなので、他の犬に会ういつもの状況に似せて実際にグループのみんなと森へお散歩に行くことになりました。Is she doing okay? Oh, she's doing really well. Yeah. She's been so stressed out. So it's looking and it's looking back. Yeah. Let's start up further. Yeah. Shall we continue slowly? Yeah. 前にも後ろにも他の犬がいるので、ジェマは今リードを引っ張っていますが、それでも私たちは十分すごい成長だと思っていて、これまでであれば犬が近くにいるという状況にパニックになりリードを噛んだりしていたので、Good, Gemma. She's just checking. You're a good girl. Good, Gemma. こうやって距離を保てば何も怖くないよ、落ち着いていいよと教えることができて本当に良かったなと思います。I'm going to smell her. ねえ。前にもお伝えしたことがあるんですが、スウェーデンでは犬だけで長時間お留守番をさせるのは法律で禁止されているので、犬の保育園というのがどの町にも存在しています。日本にも同じような犬のデイケアサービスって存在しますか？よかったらコメント欄で教えてくださると嬉しいです。You're so pretty. You're so pretty. Yes, you are. I'm so calm. 私たちがアイルランドでレスキューされて里親を探していたジェマを引き取ってからもう2年以上経つんですが、最初は臆病で何に対しても慎重だった彼女の性格が最近どんどん明るくなっていって、私たち以外にも心を開くようになったなぁとすごく感じています。ジェマが抱えている過去の心の傷を考えると、ドッグトレーナーさんには犬恐怖症の完全な克服は一生できないかもしれないと教えてもらいました。でも同時に彼女にとって他の犬と仲良く遊ぶことは最終的な目標ではなく、私たちが目指すのはジェマの心の状態をよく知って正しい対策をしてあげることで、時間がかかったとしても犬が苦手という恐怖心を克服できるように前へ進むこと、そのための日々のサポートを欠かさないことで彼女が生きやすくなるように私たちが努力してあげることがとても大切だよというふうに教えてもらいました。そして引き続き他の犬が吠えているこの状況でもアイコンタクトが取れていい子でいてくれるジェマを褒めながらおやつをあげていきます。Emma? 頑張れ頑張れ。 Yes. イエ And a ーイ box. Yeah, come on. Come on, come on, come on. Come back. Good. グージェマ That's a good girl. すごい。
トレーナーさんが遊び心、ジェマが楽しいってときめくことも忘れないようにっていう風に教えてくれました。グッド。また飼い主として忘れちゃいけないのが、どんなトレーニングでも初めは理解できるまで頭を使ったり精神的に疲れるアクティビティなので、犬もフラストレーションが溜まったり、飼い主が何を言っているかわからなくって自信を失ったりしてしまうので、時々トレーニングモードから抜け出して遊具の上に乗って楽しく遊んだり、飼い主の嬉しい楽しいっていう表情や感情を伝えてあげることもとても大切みたいなんです。Oh, that's a good girl. That's a good girl. 初めてジェマ船に乗りました。 You wanna go up here? Yes. Good. That's it. 2回目の教室もとってもお利口さんに頑張ってくれたジェマ。その間ブライアンのお留守番の様子がどうなっているか、もう一度隠しカメラを覗いてみたいと思います。Hello, Cody. Hello, Brian. How are you been? How are you, Brian? Yeah, you've been a good boy, huh? You've been a good boy. Oh, mwah. Yeah, you're such a good boy, Brian. You're such a good boy. そしてジェマさんは実は明日水曜日が最後のしつけ教室に通う日となっております。 Right, Jam Jam? Yeah, last one. ということで1回目と2回目に1時間半ずつぐらいかなレッスンを受けてめちゃくちゃ感動したことあったので、それを皆さんに今回お話ししたいなと思っています。 It's not a very eventful class, I wouldn't say. Yeah. We've done like 3 stints, Mm-hmm. really, over and over for a lot of hours. Yeah. Motbetingning, Mm. which is like, so like right now she's afraid of dogs, right? Mm. So motbetingning is that you try to make it so she does not feel feelings of fear, but instead feel happy when she sees another dog. Mm. I don't think we can ever get to the point where she will feel happy, but at least where she can look at another dog and not panic. Mm. Whenever she sees a dog, you feed her candy. Mm. 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 So that's pretty much what motbetingning is. So we have just been sitting feeding her candy whenever she actually focuses on dog. Yeah. Yeah. しつけ教室に通ってるグループが4匹かな犬がいて、ジェマも他の問題を抱えてる犬たち3匹4匹を同時に見ながら、その先生の犬が目の前を歩いたりするっていう感じ。 One of those dogs are there because they're super scared of other dogs, like really scared in a different way than Yama. She actually just shut down when she sees a dog. Or Yama panics, so different kind. And then there's one dog who's there because they get too excited when they see dogs. なんかジェマは問題抱えてるっていうことで私たちがオーナーとしてそこにいるわけだけど、その他の人も同じ感じ。その犬が問題抱えてるんだけど、その飼い主としてもどうしていいかわからないっていう状況の人たちが集まって1時間半のコースでいろいろ試しながら距離感とかも取ってトレーニングしながら、そのジェマとか他の犬のその犬の免疫を上げていくっていうようなコースになっています。 The second thing is the squalor, right? The tattletale or ratting training. The first one, motbetingning, it targets her feelings, how she feels when she sees a dog. So the second one, like tattletelling or telling on others, is targeting behavior. So she's supposed to, instead of panic and start jumping on the leash or screaming, she's supposed to look back at us, and then she will be rewarded. So it's actually the way you train it is when she sees another dog and then she looks back at us. Or if she sees something else that disturbs her and she looks back at us, then she will be rewarded. So it's like taking it one step further. Then the third thing is just
going out into the forest on a walk because it's much easier. We do most of it just standing still in a parking lot, quite far from each other, which is very good, but it's also very unnatural. It's not how you meet a dog when you're out walking or when you're in town with a dog or whatever. When you meet them out on a walk. So that's what we trained in the last one. We walk around in a little forest place and just try to put it into action, what we learned and trained. 他の犬とオーナーさんと常に距離を取りながら、ジェマのそのグリーンライトからオレンジライト、そしてレッドライトに変わるこの瞬間を私たちはこうコントロールしながら、絶対レッドライトにならないように。レッドライトっていうのは彼女がもう何をしても、私たちが何を話しても聞こえない状態、パニックになってる状態で、こう一番いいのがグリーンライトの時、ジェマが私たちのことも話していることも分かるし、彼女も落ち着いた状態で入れるっていうことがいいので、このトレーニングの期間っていうのは結構レッドライトには行かなくてもイエローライトに入るそのステートがあるから、私たちはそこを見極めながら彼女の行動をしっかり見て、私たちと目が合った時には必ず褒めてあげるし、キャンディーを与えてあげる。今回の教室はそんな感じでたくさんやってるわけじゃないんだけど、そういったメンタルトレーニング的なことが多いかなと思います。そのしつけ教室っていうのが1時間半あるんだけど、もう本当にジェマがさ頑張ってさ分かってるから、その今トレーニング中だっていうことが分かってるから、すっごい頭をさ動かしながら、あ、今こういうシチュエーションだみたいな感じで頑張ってくれてるんだよね。でもそのドッグトレーナーの女性の方が教えてくれたのが、でも犬ってそのいい子にすることだけが、トレーニングすることだけが楽しいって思ってないから、たまにはそのトレーニングっていうのを忘れて遊んであげる。例えばなんか公園に行ったら遊具の上に乗ったりしてとか、遊具の間をこうさ走ったりして、それで私たちが楽しい、そしてジェマも楽しいっていうその状況を楽しむっていうこともすごく大事っていうことを教えてもらいました。I think that was very valuable advice because this kind of training is not fun for Gemma. She is not enjoying it when we put her in a situation where she has to look at other dogs and stuff like that. So it's something that's good to remember, that you have to actually take breaks and do something that they find fun when you do this kind of training, so that they don't just get a breakdown. Yeah. そうそう。or get too stressed out. で結局私たちがやってることってジェマが生きやすくなるためにやってることなので、もちろんジェマにも頑張ってもらわなきゃいけないんだけど、でもそういった遊び要素とかこうリラックス要素も含めながら一緒にメンタルトレーニングしていくっていう感じのコースになっていました。でもさ、毎回今まで1回そして2回目そのドッグトレーニングしたんだけどさ、もう行くたびにジェマがすごく頑張ってるのが見える。 We are so impressed, right? She's done so well, much better than we were afraid she would be. もしかしたらジェマもこれからもこれを続けていけば、その他の犬と遊ぶっていうところまではいけないかもしれないけど、他の犬を見た時にすれ違うっていうことがいつかできるかもしれないなっていう風な、すごくポジティブな気持ちになりました。Yeah, no, it feels good. It's just up to us now because I believe that she can become a lot better. Yeah. So it's just, we have to do it, help her get there. 今日はジェマの最後のドッグコースです。ねえジェマ。Taking a little walk before it starts. ね。元気だねジェマね。So 3 dogs over there. そうそVery calm about it. う。いや。Good girl, Gemma. So nice and calm, huh? 3回目の今回はとっさの時に使う呼びかけの練習だったり、声の使い方、そしてジェスチャーでコミュニケーションを取る方法などいろいろ教えてもらいました。このチャンネルを開設した2年ほど前からジェマが犬恐怖症だということを何度もお伝えしてきたんですが、
犬が苦手なジェマにとってもこうやって訓練を重ねることで彼女の心がたくましく成長している姿をお伝えできてとっても嬉しいですし、私たちもまだまだ飼い主としてできることがたくさんあるんだなぁと知れるいい機会になりました。So cute.次はブライアンが受けれるコースも見つけて彼にも成長の機会与えてあげたいなと思っているんですが、日本で犬を飼っている皆さんでこのコースおすすめだよというのがあればぜひ教えていただけると嬉しいです。また犬との暮らしに関するリクエストや保護犬2匹と暮らしている私たちに対する質問などがあればぜひこちらのコメント欄にお寄せください。Bubbling her nose. Good. また来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。じゃあしつけ教室頑張りました。3回行くね。3回行ったよね。お尻が大きいね。